そうね、手見とこう、グッとする。あ、そうそう。いいわ。いいわ。すごいうまい。少林寺拳法の井上博夢先生にさまざまな技術を学んだ金沢日和さん、嬉しそうですね。今日の日和エクスプレスは武道の大先輩である井上先生との対談です。実は井上先生は日和さんの祖父で国際松濤館の宗家である金沢博和先生と対談したことがあるそうです。まずはその思い出から。金沢博和先生、実はちょうど23年前に日本武道館で私がすごく親しい大先輩というか日本武道館の職員がいて、その職員が「井上!」って電話かかってきて「今日ね国際松濤館の金沢先生来られるからお前来るか?」って言って、いや声をかけてもらって「いや行きます」って言って行ったら6人か7人のこうテーブルを囲んでもうフリートークで金沢先生をお呼びして、いろんなこう、お話を聞くという、静かに座ってしっかり話すこと話されてって言って、その時ちょうど私自身がうちの部内誌で月刊少林寺拳法ってもう言ってたんですが、少林寺拳法以外の先生方とか経営者だとかいうコーナーがあって、それを私担当してたんで、そうだ金沢先生にちょっと取材してみようということで、それがきっかけで。そうでしたか。でもちろん名刺交換させてもらって、先生にって、ちょっと近々またご連絡するので取材させてもらえませんかって言って、でそれが大きなきっかけで、その後に連絡をさせてもらって、それで快く引き受けていただいて、代々木上原の近くに事務所があって、その事務所の方にちょっと来ていただけますかって言って。先生見てたらすごいなんていうかちょっと車でですねいやすごかったですよ。ちょっと車のあれ分かんないですけど、そしたら当時ですね、娘さんぐらいな秘書がいたんです、女性みたいな、こうやってで女性はですね隣に座って先生がこう、逆にそれがすごく印象「先生こちらです」って駐車場をちょっと行ってもらって、でそれから来て来られて。それでまず先生うちの当時事務所行っても本当に小さな事務所で、それでうちの東京の本部になるんですけども、道場も小さな道場で「先生どうぞ」って言って「こういう道場です」って言ったら先生バーッとこう中に入られて、正面見られて合唱礼するんですよこう先生で。私いや本当なんでそれを覚えてるか言ったら。なんで合唱礼されるんだろうと思って。そうですよね。少林寺拳法ね、うちの海藻総道心先生の本を読まれてたっていうことは言われてたんですけど、合唱礼いきなりしてなんで合唱礼するんだろうって、それで終わって先生っていうことでインタビューさせてもらった中で、その合唱礼のその先生の考え方。その合唱礼には調和があって、合唱礼すると気持ちも落ち着いてくると。人間でいう、例えば武道で言ったら敵意じゃないけど対戦するとか、敵意なのかってそういうふうな気持ちがなくなってくると。ニュートラル言うんですけど、なくなってくる、自然体になるんだっていうようなことを言われてたんですよね。23年前も先生に聞いた時には調和の哲学っていうものをテーマにして。聞いたんですよ。で私その当時ちょっと本読んだりとかして先生やっぱりちょっと言葉いいのかどうかなんですけど、やっぱり若いところ暴れん坊っていうか、やっぱり新宿で暴れたとかね、なんかそんなあたりのこと記憶があるんですけど、話の中で結構暴れてたって言ってで空手をやって自分の体を鍛えていくのでやっぱり心の世界に入っていくと。こういうことはなんか聞かれたことあります？いや私はもう本当にっていうんですか、調和の哲学っていうのを大事にされてたっていうお話は、何度も聞いたことはあるんですけど、もう私も全然ちっちゃかったものですから、調和って何なのっていう
まあであと試合とかもやってたものですかなるほどら、いやいやいや勝つってそういうことじゃないんじゃないかとか、うん理解できない部分がたくさんありまして、ただ、そこまでこう深く学ぼうともせず、なるほど。こう、金沢博和先生にこう、直接聞くっていうことがしてなかったので、このようにお話、本当に勉強になりますね、聞くと。まあ、改めて私は当時の記事を、ね読ませてもらって、多分その当時私41歳で、その時に感じたものと今読んで感じたものっていうのは、もう本当にね、なんていうか私今64、もうすぐ5になるんですけど、金沢先生が当時今71と、まだ6年7年あるんですけど、金沢博和先生の域にはまだまだ、だからそうです。だから初心っていうものをやっぱり改めて考えて、これから先生に少しでも近づくようにしていきたいなと思ってですね。その当時41歳だった先生は、その言葉に対してどういうふうに感じたんですか？どのこと？金沢博和先生のそういう言葉に対して、そうそう。当時どのように感じましたか？実はね、今回改めてその記事を読んでいって思い出してきたっていうので、その調和っていうところに今ね日和先生言われるように、その調和いうのを聞いてるんだけども軽く考えてたように、その意味が今もそうですけど意味がもう分からなくて、調和ですかっていう多分そういうふうな受け答えしてたんじゃないかなと。先生にとってはすごく深いけども私にとっては軽いというのを、私ね改めてその本当にインタビューの方のその当時のインタビュー記事を読むと、この深さ、調和というで何に思うかというと、こういうことも先生多分言われてたと思うんですね。調和っていうのはこう相手がいての調和だって、周りがいての調和っていうのがあるじゃないですか。ところが先生は一人でトレーニングする、あるいは型稽古をやる、自問自答もしていく、それをやらされてたんだったらこれはおかしいと、自分自身に苛立つとかなんかねあると。ところが自分のための思ってやってると感謝の心にもなってくると。ほんで、武道では心技体っていうのがあると。そしたら一人の稽古の中に体から始まって技にして心の世界に行くと。というとこれが一人としての調和になっていくと。多分そういうことを言われてるんじゃないかなって、一人の調和というね。だから心技体って言われた時に、この3つというのはまず一人の自分に返した時にこれの3つがきれいに調和できているかっていう、要は一体ができているかということですね。だから体だけとか技だけって言って心はないって言ったらこれ調和じゃないんで、先生そこのあたりを先生は言われてたのは、やっぱり一番最初はいいんだと、こう体でやってるところがそういう世界に持っていくと、心の世界に持っていくことはすごく大事なんだっていうのをすごい言われてたんですよ。どうですかそのあたりのいやちょっと深すぎて全然今の私は理解できない部分があると思うんですけど、本当にその通りで、基本稽古とかやっぱそういう意味でも大事なんだなっていうふうに思いますし、であと宗家が言ってた調和っていうのは、なんか少林寺拳法でいう自他協楽っていうものになんか似てるというか、同じような感じがして、私からすると、そういうふうに言われてたと思いますね。記事にも書いてある。うちでいう自他協楽というのは、自っていうのは自分、他というのは他人や他の人で共に楽しいという、要は幸せということで共に幸せ、うちの教えの中に半ばは自己の幸せを、半ばは人の幸せを、自分の存在も大事だが人の幸せも存在も大事だということ、もう一つはしてあげたいっていう気持ちもあります。何かしてあげたいと、ほんでしてもらうことを、今度は困った時にしてもらうことを喜んで受け入れると、こういうふうにしてあげる、してもらう、仲間を、相手の幸せを考えるっていうような、これが何かといったらこれが調和したら幸せになるということです。幸せイコール調和なんで、これっていうのはすごく私は大事なことなんで、今言われた自他協楽がっていう、なぜ大事かって言ったら、
人間社会が自他協楽だったら幸せになるから。はい、そうです。もうどこの世界でも何を悩むかって言ったら人間関係悩むかそうですよら。ね。ね。だからあいつがこうのこうのって人間関係。だからそこに自他協楽イコール調和。だから広和先生が言われていたこと、私ねすごくなんていうか頭にガーッと殴られた思いがあったのは、若い頃って言ったらですね、まあ、今もそれを抜けたかどうかは別なんですけど、若い頃っていうのは、まあ、組手とか、まあ今ね、まあ、試合とかっていった時にやっぱり、負けると悔しい思いするし、はい、まあ、それは大事なことでもあるかわかんない。でなんかうまくいかなかったらクソと思ったりとか、でなんかあったらガッツポーズしたりだとかって言うじゃないですか。でも広和先生言われるのは、いやそこで何を磨いてるかということ、試合で型で、今型だと今の自己の確率みたいな今の一体の調和があるんですけど、試合で何があるか、相手がいての相手との関係で調和をそこで学べと。はい、でこれが調和なのかとか、はい、悔しいのか調和なのか、それ違うだろうと、多分そういうことを言われてると思うんです。はい、だから常にそれは自分自身が調和の心、調和の哲学、それを目標として頑張る体得するための手段が試合であったり、はい、手段が型稽古であったり、手段が型の組手の稽古であったりとか、全てそこにね持っていくことだというようなことだと思うんですね。それをですね、改めてその、ね、取材の方を読ませていただいたら、これすごく大きいことで、だから自分が今やってることはどこに到達しているかとか、どこに向かっているかいうの、それはすごく武道家にとって非常に大事なことだと思うんで。そうですね。金沢日和さんと井上先生の対談、次回の日和エクスプレスをお楽しみに。